皆様、こんばんは。腹ペコ僧侶です。今夜も幸せ解体新書ラジオが始まりました。日中は少し暖かくなってきた沖縄ですが、昨日の夜はチャタンのアメリカンビレッジで夜の海を見てきました。風が少し冷たくて、海の向こうに明かりが揺れていて、沖縄の夜って賑やかなのにどこか心が静かになるんですよね。さて、そんな静かな夜の空気感とともに今夜のテーマです。幸せの方程式、セレニティ。置いていかれるという焦りを手放す。最近ね、AI とか投資とか SNS 運用とか次々に流れてくる今すぐ学ばないと遅れるぞって言葉に息が苦しくなる夜ありませんか？目まぐるしいスピードの中で私だけが置いていかれるんじゃないかって焦る。でもそれはあなたが怠けているからじゃなくて、一生懸命に社会の期待に応えようとしてきたからこその現代ならではの深い疲れなんですよね。実は私の SNS でも新しい技術に置いていかれているようで不安という声があったんです。私は無理に使いこなそうと焦らず、よくわからないけどとりあえず隣に置いておくかくらいの緩い距離感でいいんじゃないでしょうかとお返事しました。人ってよくわからないものに触れると身構えやすいんですよね。なんとか支配しようとするか、逆に怖くなって距離を置いてしまうか。でも本当はその間のただ隣に置いておくという健やかな向き合い方があってもいいはずなんです。社会はよく置いていかれるぞという恐れを燃料に私たちを走らせようとします。でもね、聖書にはこんな言葉があります。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。第一ヨハネ4章18節。神様の導きって私たちを追い立てるものじゃなくて、落ち着きを取り戻させるものなんだと思います。恐れで走り続けるのをやめて、静かなセレニティ、平安の中に留まってみる。それが社会のスピードから少し降りるための視点の転換、心の向きを直すメタノイアなんですよね。こういう急がなくていいという感覚は聖書だけじゃなくていろんな思想家も語っているんです。オーストリアの詩人リルケも、今は答えを求めなくてよい、今はただその問いを生きるのですと語りました。つまりね、すぐに白黒つけたり完璧に理解しなくてもいいんです。わからないまま少しそばに置いておく。その静かな忍耐がかえって心に平安を取り戻してくれることがあります。さて、今日の小さな実践です。もし今日追いつかなきゃって心がこわばってしまったら、スマホで答えを探す手をほんの少しだけ止めて、こうつぶやいてみてください。今はよくわからないけど、まあいいか。とりあえず横に置いておこう。無理に使いこなそうとしなくて大丈夫ですよ。今夜のお話が少しでも心を緩める時間になっていたら、チャンネル登録や高評価で応援していただけたら嬉しいです。皆さんが感じたこと、考えたこと、ぜひコメント欄や SNS でも話しかけてくださいね。どんな言葉でもちゃんと読んでますよ。それでは今夜の祝祷です。時代のスピードに息切れして焦りや不安を抱えているあなたへ、その恐れを燃料にして走り続けなくてもいいんです。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。マタイ6章34節。イエスさんはこう言いました。恐れで自分をせかすことをやめたその小さな余白に、静かで穏やかな平安がそっと流れ込んできますように。今夜も皆さんの上に豊かな祝福がありますように。それではおやすみなさい。良い夢を。